宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が修正から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。ここまでの動画で宇宙総資源体から意志が分裂、発生し、やがてこれが修正体を形成してついに宇宙創造の気力として電性理性の両意識体へ発展するのを見た。この時代の全宇宙界は一体どのような相貌を呈しているのであろうか。今回の動画では宇宙創造時代末期の宇宙展望を試みよう。そもそも宇宙はその総資源体である異から発信し、異体の形成を見るや、さらに何らかの物質原子体へ進もうとして、その内部に内力とは力を生じ、両力の発達の限界点において自己の大分裂をきたし、ここに全く新しい運動意識を有する独立運動原子としての意志を生み出すに至った。この物質根源体の意志は、異体から受け継いだ電磁力を気力として、自らの能動意識を発動させて吸引、廃脚の運動を起こし、その括弧の相引く吸引力によって自転しながら周辺の意志群と相和して修正運動を開始した。そしてついに修正体を形成することで初めて高度な意識機能を有する意識体の創生となったのである。当初は宇宙界の活動単位物質は意志のみであったが、この修正体が形成されるに伴い、その単位はおおむね修正体のみと化していく。そしてついにその修正体に生じた電性理性の両意識活動によって宇宙界はほとんど意志の凝固体及び凝集体によって占められていくのである。電性理性両意識力の旺盛な物質造成活動の進行は大宇宙を各種の凝固体群の氾濫場と化した。この凝固体群は各体ともに激烈な吸引、廃脚、浸透、反発の運動を繰り返し、その集団単位も大小、粗密、線子番体である。我々はこれらの凝固体群の各体に電性理性の両意識力が盛んに活動していることを特に明記すべきである。それは悠久の歳月を費やして発展し得た両力の姿である。ここに電性理性の両力の発展体としての凝固体群をその結合密度の工程によって次の4種類に大別し、また2種類の代表的な結晶微粒子を示す。1、凝固過程体、意志の単なる修正体から凝固へ進みつつあるもの。2、凝固体、電性理性の両力が発達して意志の結合密度が高まり、固体化一歩手前まで凝固したもの。3、不安定固体及び中間微子。不安定固体とは凝固体がさらに凝固度を高め、半ば固体化するがなお運動や結合が未熟なため完全固体に未だ進み得ず、不安定な結晶体の集団となったもの。この結晶体の一単位はもちろん未熟電体であるが、意志よりも大きく、しかも将来完成される完熟電子との中間くらいにある微粒子であるため、これを一応中間微子と呼ぶ。4、凝固年体及び未熟電子。凝固年体とは意志群の凝固が最高度に上昇し、その中で結晶した微粒子群の衝突があまりにも激しいために最高熱体となったものであり、高熱性微粒子の集団体である。この単なる凝固体より一歩進んだ凝固結晶体は高熱体であり、これは中間微子よりも意志の結集密度は粗いが熱度ははるかに高く、これを一応未熟電子と呼ぶ。これらの結晶微粒子が将来いかに発展するかは後に詳述する。1、凝固過程体の運動状況。
単なる意志の集成体は不安定な不動的活動以外できないために、その能動意識は集成体の中心部より徐々に凝固化に進んでいく。この場合、集成体には核単位意志の自転運動の力の総和によって求心運動が生まれて、その中心部の意志は結合が容易となり、強固な凝固体に進む。2、凝固体の運動状況。単位意志群の求心運動によって集成体内に無数の凝固体が生まれるが、この凝固体群はさらに結合を強化して固体化活動をなし、激烈に吸引、廃却の運動を続行し、集団外核の凝固化低体群の凝固化を促進し、中心部の固体化を図る。この場合、廃却に際しては外核の微粒子群を放出、散発し、吸引に際しては放出、散発された微粒子群や周辺を乱れ飛ぶ意志群を集団内へ吸収し、集団体の強大化を図る。これを全体として眺めるときは、あたかも外核、内部ともに火花の散るような感を呈する。3、不安定固体の運動状況。凝固体群がさらに環固体に進もうとして、ますます密度を高め、結晶体の形成へ進み、ついに単純な意志の結晶体である中間微子群を氾濫させる。この中間微子群は同一集団内の凝固体群を急速に結晶化させる。それは猛烈な吸引、廃却、浸透、反発運動を繰り返すことによって各種の微粒子間の衝突を起こし、熱を高め環固体へ自己発展させる能動意識の高度化された機能によってなされる。しかしこれはそのままの形では環固体へは進み得ない。それをなすには幾段階かを経なければならない。4、凝固年体の運動状況。凝固体の中でも最も得意な活動力を有する凝固年体は、そもそも意志群の結集密度が最高度に上昇しつつも固体化に至らず、凝固体のままで激烈な吸引、廃却、浸透活動をなして自己の集団内に猛烈な衝突熱を起こし、ついに一個の熱球体と化したものである。この燃え盛る凝固年体群は、その構造上強大な吸引力と浸透力を有し、吸引に際しては集団体の核外周辺の微粒子群を吸収して自己の集体を強化し、浸透に際しては粘熱線を放射して各種の凝固体群へさまざまな影響を与える。この粘熱線の放射体こそ未熟電子の凝集層である。この未熟電子の凝集層は中間微子や単位子等と作用し合い、各種の完熟電子群を創造する。しかしこの時代は宇宙創造時代であり、未だ宇宙界には有核体物質は出現していないが、この宇宙創造時代の末期にはこのような高度物体産出のための諸要素が現れ始めた。この時代の宇宙界はこのような年体群が随所に氾濫し、不安定固体群や凝固体群単位意志群その他と多角的に力の工作をなし、各種凝固体群のその熾烈な創造活動は大宇宙をして火の海のごと期間を呈せしめた。以上が宇宙創造時代末期の総貌である。我々はここにおいてようやく宇宙完熟時代への扉を開くことができる。すなわち意志の単純な凝固体時代から高度に組織された有核体物質の時代へ飛躍、移行し得る。当初単純な活動能力しかなかった宇宙の意識体群、すなわち意志の集成体に誕生したいわゆる電性理性両意識力のたゆみなき自己文化的発展活動は、その活動経験の蓄積によって次第に予定法則的宇宙創造活動へ進化するのである。宇宙創造第二次時代において電性理性の両意識の積極的な合目的的活動によって単純な意志の集成体が各種の凝固体群へ発展し、完熟宇宙への基礎工事を完了するのを見た。すなわち不安定固体としての中間微子及び凝固年体としての未熟電子の創生である。中間微子は意志の単純な結晶体であり、未熟電子は意志の熱性高凝固体である。この2つの結晶体は完熟宇宙形成の基本的条件である有核体物質の産出には不可欠の要素である。ここで最も原始的な有核体物質である完熟電子の生成を述べるにあたって注意を要することは、この完熟電子は未だ陰陽の性質を持たない単純な結晶微粒子である点である。我々が今日陰電子陽電子と呼んでいるものはこの完熟電子の発展体である。